皆さんこんにちは。 T5 ジャズレコーズの清水です。横浜ワイン会ポッドキャストオーディオ都市伝説の続編第2回をお送りいたします。前回はケーブルの話を中心に、なぜデジタルなのにケーブルが違うだけで音が変わるのか、また音を収録するデジタルフォーマットによる音の違いなど、かなりマニアックな話で盛り上がってしまいました。もし今回初めてこのポッドキャストにアクセスされた方は、ぜひ第1回もお聞きくださいね。さて、第2回をお送りするのは前回同様、レコーディングエンジニアの斉藤孝之さん、プロデューサーマネジメントの大谷智弘さん、そして T5 ジャズレコーズの私清水でお送りいたします。前回同様、いろいろ試行錯誤しながらのポッドキャストのため、ノイズなど音の悪い部分が多くなっておりますが、いい音がどうとか言ってるくせにお叱りの言葉が聞こえてきそうです。大変申し訳ございませんが、私たちの笑い声に免じてどうかご容赦ください。ではオーディオ都市伝説第2回お聞きください。なるほどね。いっぱいいるってね、オーディオ都市伝説ってね、壁コンとかね、壁コンもねのやりました。僕カバーですね、はい、壁コンカバーもね変えると音変わりますからね。変わることは確かですよ。カバーってカバーですね。材質がプラスチックだとかアルミだとか、なんかこうあれで音変わりますよ。あそこのこう刺すところじゃなくて、うっそ、そうなんですか。あれで音変わりますよ。そうなんだ。あれもまあいくつこれまで言っちゃってもいいと思うんですけど、いくつか取材に立ち会ったことがあって、その新製品レビューの、でその中にオーディオアクセサリーみたいな系の雑誌の取材だったりすると、何種類か持ってくるんですよね。で大体取材対象者がいて、そこで僕は関係者だったりするんですけど、で雑誌のライターがいて、カメラマンがいて、でメーカーの人がいてみたいな。でこっち側の人たちは大体いつも顔合わせる人たちなわけですよ。だから割とざっくばらんに話してるわけ。そうすると聞いてると、絶対音変わるんだと。なんていうんですか、カバーでもね。で何の材質がいいかなっていろいろあるんだ。もうすごい高いアルミとか真鍮とかカーボンだとか、結局のとこさつけちゃうと音悪くなっちゃうんだよねってみんな言ってむき出しがありますもんね、スタジオとかでもね。本当はね、むき出しがいいらしいですよ。むき出しがいいんですか。むき出しがいいんだって。危ないから、埃が入っちゃって危ないからちょっとカバーつけなきゃいけない。いやでも実際危ないですよね。実際危ない。であれはで結局つけちゃうとどうしても共振しちゃう。で振動が増幅しちゃうんで、やっぱりダメなんだよねっていう。でそこまで精度高いネジで締め上げてないし、形がピタリ合ってるわけでもないんで、どうしても揺れちゃう、振動しちゃうから、だったらつけないでもう全体震わしなんつうのもうそのソケットなんつうのプラグのとこ自体が自由になっちゃってるぐらいの方がナチュラルなんて音がってさ、めちゃめちゃ面白くてね、オーディオの世界って面白いな。でもだいぶ都市伝説寄りですね、でもね、それね。そう音違うそうだけどね。どっちもね、だからいい悪いはもちろんいろいろあると思うんだけどね。だからね、前のねスタジオファーブの時はね、あの時外してたんだよね。このスタジオいいやつって。そうなんかいいやつって。危ないね。でもね、もう見た目がもう危ないですよ、あれは。その静止するにしてもまだいろんなとこあるのにね、静止するならどうして壁コン行っちゃったんだろうね。壁コン静止はほら壁コンだけどもう全部行ってるからね。なんだっけ、レゾナンスチップとか。レゾナンスチップありますね。レゾナンスチップ、あとコードをね浮かせるケーブルのねインシュレーターね。ケーブルの上を浮かせるなんかあるんですよ。ケーブルインシュレーターしてます。直に置かない。なんか見た気がする。ケーブルインシュレーターも深いね。あれでしょ。なんか橋の橋桁みたいなやつ。そう。
すごいですよ。足置きみたいな。本当かよみたいなね。あれは効果高いみたいですよ。そうなんですか。まあ、僕は当然やったことはないんですけど、なん笹地さんのうちはなってますね。あ、そうなんだ。本当。なってる、なってる。あとマスタリングルームだとあそこの定築の、テマスがなってるでしょ。あそこもアドバイスしてる人がオーディオ系の人だからさ。そうなんだ。大概そういうとこやっぱね、ケーブルにしてたらやってんだよね。高いっすけどね。だってなんかこう話振り出しに戻っちゃうようだけど、別にスタジオでそういうのやってないじゃないですか普通。スタジオは機動性を求められるんそうでね。なんですよ。まあだからマスタリングスタジオとかだと、そういうの追い込めるんですよできますけどね。設置できますけど。昔特に今のマスタリングルームって割とこう広めに作ってあるところが多くて、昔のね俺がいた頃の音響ハウスのマスタリングルームなんかすごいちっちゃい部屋で、まあいろいろやりづらかったけど、今もうそこの時の倍ぐらいあるから、ケーブルいくらでも合わせられるしね。確かにね。だから割とやってありますよね、いろいろ。いろんなことやってる人がいっぱいいますね。もう昔だったらもう普通に卓なんかもう普通にこう置いてあっただけだけど、割とカスタマイズしてやって、電源はこれでとか結構追い込んで。お客さんとしてはね、でもいいでしょうね、楽しいでしょうね、そういう。楽しいと思うけどね。その人のカラーの中でこう聞けるっていうのは。聞けるっていうのはね、いろんな考え方があるから話してるとね、あんまり気にしない人からすごいこだわる人まで、こだわる人の中でもねまたいろいろちょっと癖のあるものを組み合わせる人とか、それこそベルデンとかその系でまとめちゃう人とかねいろんな人がいるんで一色もねやりすぎるとね面白くない音になるっていう話もあるじゃないですか。そうなんかものすごいいっぱい通しちゃう人っていうのもいて、確かにそうなってるように僕には聞こえたけど人気のある人でしたからねだから何とも言いようがないんですけど、なんか僕の知り合いの人がいろそのマイ電柱までねやって何でもこういいと思えるものは何でもやってったら、なんかつまんない音になってきたんだよね最近と思って。だからで元に戻したら良くなったとか。例えばこう静止だなんだすると、ピュアな音になっていくのかな、イメージとしては。だから電気も雑電取っちゃってっていうのだと、ノイズがなくなってっていうと、なんだろう、こうつるんとしちゃうというか、なんかそういう音にはなりがちなんじゃないですか。だからもしかしてそれって、音楽の面白いところも本当は削いじゃってんじゃないかっていう気もなんかそれ聞いた時にはしたんですよ。なるほどね。でもあるかもしれないですね。アンテロープのクロックを開発してる人が、本当はもっと精度高いクロックで制御できるんだと。ただそうすると、本当にバシッて制御すると、音楽つまらなくなるよって言ったんですよ。そういうことじゃないですか。だからそこはちょっと緩くしてるんだって。そうすると若干滲んだりするんで、それが厚みだったり、こうなんていうのかな、立体感だったりするからって言うんですよ一応。多少の歪みは必要なわけじゃないですか。アナログのこと考えたらね。みんなアナログで聞いてるわけですから、一昔前は。で、まああれが生まれた時からビシッてしてたら、そう思わなかったのかもしれないけど、そう言ってましたよ。あ、そういうもんなんだなってね。まあ、でも、ね、でもオーディオだけじゃないですからね、そのコンセントなかったらね。前も言ったかもしれないですけど、電気釜とかね、コンセント変えて、ご飯美味しく炊けるってやつ？美味しく炊ける。そう言われて言ってましたよ。それやったんですか？それはねやってないです。うちね電気釜じゃないんですよ、残念ながら。なるほど。うちは。そうか。電気釜もうちにご飯が美味しくなる説ね。なるほど。それはねそれもなんかのオーディオ雑誌の取材に行った時に連載してる時に僕が正則さんが連載してる時に、今でも一応知ってることになってんだけど、カメラマンの方が言ってましたね。これ都市伝説みたいにさ、ご飯美味しくなるって言われてるじゃん。炊いてみ本当に美味しくなるんだぜっていう話をカメラマンと編集者延々してました。いやそればっかりは僕はこの業界にいても信じられないな。信じられないってお前やったことねえだろとか言って。やったことないっすよとか言って。やってみない今日帰ってびっくりするよって。びっくりするってやってみないと言われてもね、壁コン変えないといけないからね。僕は壁コン変えた箇所あるからそこでやってみますか。やってみようかな。だってでもね、あれでしょ、コンピューター速くなったでしょ。
いや、それはよくわかんないな。分かんなかった？わかんない。俺コンピューター早くなったと思うけどな。そうなんですか。コンピューターもあれですよ。Mac と Windows の差かもしれないけど。あ、それもあるかもしれない。早くなるっていう。あ、でもあれですよね、ノートパソコン。あ、そう、これ。ノートパソコンだと電源が、そうですね。バッテリー通してるかもしれない。バッテリー通ってるかもしれないからどうなのかな。確かにバッテリーで吸収されちゃってる。そうですね、バッテリーでいってるからあんまり変わんないのかもしれないですね。かもしれないですね。デスクトップなんで、なるほど。あれですよ、だって電源ケーブルがいくつか余ってるんですよ。で、まあ、高いやつは、逆に高いやつは売れるから、もう使ってない時ヤフオとかで売っちゃうんだけど、高いやつも全然そんな高いんだよ、全然もう入門編みたいな。で、その親入れの一番安いやつと、プロケーブルの一番安いやつっていうのが電源ケーブル余って、河合健があまりにもプロケーブルがいいんだって言うから買ったんだよ。で、オーディオからはその2つ外れたわけ。でもせっかく余ってるから、パソコンにつないでみようかなと思って、でプロケーブルつないだんで、まさかな、変えたら変わるってことはないんだよなと思って、親入れで変えたわけですよ。親入れのがちょっとだけ早かったですね。数字忘れましたけど。何？ちゃんとスペックみたいなやつ出したんですか？早くなったの？体感はねすごい早くなったんですよ。でもね体感ほどは変わってなかったね。でも実際数字で出た。なるほど、やっぱり違うのかって思ったんですよね。で確かにプロツールスでMacのスタジオファーブでやった時にシオンからさ、これ使わないからっつって親入れのブラックマンバかなんかもらったのよ。もううちの刺さんねえからさこれっつって「おいお前やるよ」っつってで赤くと「じゃあどうしようか」っつって「どれに使おうか」っつって「じゃあコンピューター変えてみましょうか」って変えたらさ、やっぱり輪郭とかめっちゃはっきりするんだよね。映像の？音のね。なんでやっぱ変えた方がいいのかとかさ本当かみたいなさ。それ言ったらもうあれですよね、そのコンピューターのチップで音が全然変わるかもしれないってことですよね。変わるんじゃないですかね。あとコンピューターは本当はノイズ対策してないから中をね回線をねだからノイズ対策したらすごい音良くなるって言われてるけど、そうでもないっていう人もいるから分かんないんだよねこれがね。PC オーディオやってて、いわゆるその PC、専用機みたいなのは別ですけど、いわゆるそのデスクトップみたいなのでしっかり例えば水冷になってて、高いクロックで電源も割としっかりしたもので聞きましたっていうものよりも、ノートパソコンで MacBook だとか普通の Windows のなんとかだとかで聞いた方が全然良かったですがっかりっていうのも結構あってなんか僕も前そういうのちらっと見た気がするね。なんかんだ言ってやっぱ Mac の方が結構聞いて音が良かったっていう。Mac の方がね、いけるから絶対楽ですね。Windows はね、やっぱりいろんなことやらないといけないから、ドライバーのね、セッティング。ドライバーのセッティングもそうだし、それにしたって2種類あるし。なんか通すといけないとかいうやつでしょ？そう。要するにやっぱりまず、なんだっけ、ハイターモードっていうのを設定しないといけないじゃないですか。Mac は確か切り替わっちゃうんだよな、勝手に。で、あと再生の設定もしないといけないんですよね、Windows。再生の設定もなんか裏で、24の44で1かなんかがデフォルトになってて、それ変えないとあんまり意味ないっていうのには最近気づいたんですよね。だから分かんないんですよ、結構。分かりづらいな。全部その経由してるものをパスしたりしないといけないんで。確かに。中でね、いろんなところ取ってるわけですよね。そうなんですよね。追い込んでったらあんまり変わんねえかなとは思うんですけどね。でも一発で楽に出せるのは Mac の方が出せんじゃないかなって思うんですよね。いやでも誰か試してほしいですよね。Core i3 と Core i5 と Core i7 とどれが音がいいかみたいな。実は i3 が良かったとかね。分かんないですからね。もしかしたら AMD の方がいいとかね。かもしれないですよね。Core i7 だと発熱がすごいから音悪いんじゃないかって言ってる人いますからね。本当に？そうなんだ、やっぱり。でも最近のはでもほらみんなね、なんかこうコア数を増やして、クロックは下げてその消費電力を下げるためかなんか知らないけど、そういう方が多いけど、でもそれって一個一個のね
プロセスの処理能力としては落ちてるわけだから、そっちがいいのかちょっと何とも言えないですよね。コア数ね多くない方がいいって言ってる人もいたんですよね。ですよね。いや僕もなんか理論的にはそっちの方が正しいんじゃないかっていう気そういう気もしなくもないじゃん。所詮2ちゃんのマルチチャンネルを扱ってるんだったら話が別ですけど、2ちゃんの再生っていうことに関してはそんなコア数がいるのかなとか、いやそうですよ。だって3.0 がいるのかなとかね、マスタリングの機械だったかレコーダーのする機械だったか、ずっと Windows NT かなんかでそうめっちゃ古いやつ。そうだっていやネットワーク繋がないからいいんですこれでみたいな。そうオーディオの2ちゃんぐらい使うんだったらだってそんな大したスペックいらないんじゃないかな。ですよね。小野制限さんが言ってましたの。いや今のスマホの方がずっと処理能力高いんだけどみたいな。絶対そうですよね。スマホはいろんな意味ですごいからね、液晶も含めて。だからね、どうなのかなとは思いますけどね。だから必ずしもね、処理性能がどうこうとかってもう今ぐらいの時代のパソコンだったらもうどれでも十分すぎるぐらいのスペックがあるってことです。昔に比べたらすげえいい音出てきそうなんだけどね、そうでもないっていうのが不思議なとこだけどそこが微妙ですよね。そうでもないっていうのが不思議ですよね。だからアナログ時代のねオーディオ機器ってこう何十年経っても使えるけど、やっぱデジタル時代のってそうはいかないですもんね。まさかね、だって CD 出た時の CD プレイヤー使えないですもんねCD 自体もそうだけどソフトもそうだけどってもう CD ってでも話飛ぶけど10年とか20年とか言われてた割には結構持ちません？CD って版画ってことですか？版画。そうですね。一応腐食する。ダメになるって言われてたじゃないですか。10年ぐらいはね、10年でしたね。一応錆びるんですよ。透明になるんですけど。だから最近やってないけど、古いやつでもまだ大丈夫ですね。透明になったから読めないわけじゃないですからね。あれは。読み込みが甘くなるっていう、だから音が悪くなったりエラーが多くなったりするって話だけど、ちょっと前にいろんな人と話してると総合すると古くなった版が聞けませんなんていうクレームは聞いたことがないですね。逆に CD プレイヤーのレーザーの方がやっぱ掃除してなかったり弱くなってたりしてて読めないっていうのはありますね。だから新品からも読めないですよね。レーザーの方が先に弱くなってて版はだから気にならないから昔よくこうやって見てたけどね、光に透かしてワインじゃないけど透明になってんのかななんつって、でもそうなってるのもあったけどあんまり気にならなかったな。読めることは読めるんですね。じゃあ読めるね。でも、そんな古い版もかけてないけどかけたかな僕でも一回でも10年ぐらい経ってるのはいっぱいかけてますよ。 SACD のハイブリッドの2層式のやつ、あれで古いやつで結構音飛びが激しいやつはありましたね。いや僕それは劣化じゃないかなってちょっと思ってたんですよね。それはあれじゃないですか、やっぱり制作工程での精度が甘くて空気入っちゃうんじゃないかな。だから錆びちゃうんじゃないですかね。そうなんですかね。多分だってあれ上が SACD 層でしたっけ、下が CD 層でしたっけ。下が SACD じゃないですか。下が SACD 層でしたっけ。上が CD 層ですね。なんかこだわりがあってこういうふうなこういう仕様になったっていうのは確かね SACD の方が先に読ませてたと思うんだよな。奥にしちゃうとやっぱり精度が下がっちゃうんで、確か SACD 層の方が前に来てたような気がするんだよな。レーザーに近い方に、だから CD 層はそもそもが多分読み込みは精度は低いんじゃないかと思うんですよ。そうですよね。だからそういう意味では早く読み込めなくなるのかもしれないけど、あれやっぱりああいう貼ってあるものっていうのはものによってはあんまりそうですよね。結構オーディオマニアの人はね、なんかシングルレイヤーの方が絶対音いいって言うけど、それは間違いないだろうなって僕もね。それはね全然良かったですね。昔何だったっけね、ユニバーサルで聴き比べてくださいってもらったんですよ。もらったっつっても聴き比べ版みたいのが作ってあったんです。シングルレイヤーとダブルレイヤーと。そうなんですね。もう全然違ったんですよ。全然違うんだと思って、なるほどねと思ってね。ただSACD まだ作ってますよね。
です。どうだろう、ユニバーサルが作ってますね。この間ね、ビクター、たまたま俺が見てたの、岩崎宏美さんかなんか SE でデビュー版とかから3枚ぐらい出てたな。でも T スクエア作ってるか、ハイブリッドで。作ってますね。まだじゃあソニーも作ってるんだ、一応。作ってますね。あるんですね。そこにすごいこだわってるから。T スクエアぐらいでもね、他に見ないですよね。プレイヤーってどうなってるんだろうなと思っちゃうもんね。本当。プレイヤーって、ユニバーサルプレイヤー。ユニバーサルプレイヤーであるか。ユニバーサルプレイヤー。僕言えそうですね。皆様いかがでしたでしょうか。近いうちに第3回もお送りしたいと思いますので、ぜひお聞きくださいね。ポッドキャストを購読する、定期購読する、いろいろ Apple、Spotify、Google それぞれ表示は違うと思いますけれども、ぜひ定期購読するという形に登録していただければプッシュしてお知らせが来ると思います。ぜひご登録ください。T5 ジャズレコーズがお送りしました。